これに惚れ込んで20年使い続けてます。やっぱりお寿司は全部がメインディッシュなんで、ずっと魚でどうそれを表現するか、召し上がっていただく順番だったりとか仕込み方で変えるしかないんで、そこは結構重きを置いてるかなとは思ってます。こんばんは。いらっしゃいませ。今日よろしくお願いしまお願いしす。ます。どうぞ。はい。ご覧ください。大阪の繁華街北新地エリアのビルの2階にひっそりとのれんを掲げる隠れた名店。寿司の仕事に魅せられた男前大将がこだわり抜いたシンプルな江戸前スタイルのお任せで食客をもてなす。旬のネタ、王道のネタに確かな仕事を施し、味わい深さを演出する腕前はさすがの一言。ネタの提供順や温度管理など細部にまでこだわり、一貫ごとの作品性が高いのも特徴。時代の流行りに流されすぎず、伝統的な江戸前技法を大阪で体現する寿司好きにこそおすすめしたい名店です。天満はい、わかります。で作ってる切り子です。美しい。カブ 100% のスープです。中にセリ入ってますんで、やけどしない程度飲んでいただければいいかと思います。何これ、うまっ。全部ミキサーで一回砕いてはおろしにしちゃうんですよ。でそれをお水と昆布で炊いて、でもうカブのそのおろしたみぞれが味しないぐらいまで炊き込んで、で裏ごしして抽出したエキスです。なんかでもすごい贅沢ですね。いやもう本当にカブのいいとこだけを取ったっていう感じで。寿司つむぎさんではい大将がはいぜひ俺のこれを食べてくれっていうはい。渾身の魚、はいネタ、握り、ぜひ教えてください。つまみだったら和歌山県加賀のマダイ、これはもうちょっと時期が数年はないんですけど、まあ、握りで言えばもううちはもう365日トップバッターのキスできますので、もう父の名刺代わりみたいなものでぜひ。まずこれが生で、こっちが皮目だけ食べれるように加熱してますんで。生の方が腹側生が腹側です。で、背側は皮目ちょっと炙ってっていうことですね。いただきます。寝かしてるんで、そんだけ大きくしてもそんなにもたもたしない。でこのおっしゃる通り分厚く切ってもはい全然もたもたしないっていうのが、はで余韻がしっかりあるんで美味しい。美味しいです。ありがとうございます。加賀の鯛の背側の皮目炙り、塩わさびでいただきます。大丈夫、これマダイじゃないです。違います。マダイじゃないです。本当そうなんです。テイストで言うと、はいイサキとかノドグロとかあーちょっとそういう感じのぐらい、いい意味でタイの中では相当こってりしてる感じになりますね。なんかこんだけ一切れなんですけど、はい。めちゃくちゃ満足度が高い一口っていうか、食べ応えがすごいありますね。これが今日の今の腹背せしも背側。本日のマダイ、先ほどは4日目、食べ比べです。いやこれはこれでめちゃくちゃ好きですね僕。これで美味しいです。やっぱりでも本当当日が、いさっき包丁を切ってる時の音もまさにそうだったんですけど、はい包丁にも吸い付いてたし、もう口の中中に吸い付くというか、でもこの食感も食感でスペシャルですよ。はい、これはこれで美味しいです。でもおっしゃる通りこってりさみたいな濃厚具合やっぱ寝かせると、はいやっぱ後半のやっぱ奥行きが出るっていうのはすごいわかる。塩水塩水です。これの濃度って言っていいんですか？そうです。割合というか、パーセンテージですね。はい
塗ります。塗るんすか？塩水塗り。くぐらせるんじゃなくて塗ります。うちわかります。この辺弾いてるんですよね。これ花壇の体だけ端っこですよ。入らないんですよ最初。はい。ちょっと抵抗してる。はい。他の産地はねスッと入ってくるんですけど。直当てと塩水締めとか塩水塗り、はい、ここの違いっていうかはやっぱちょっと塩気を出したいとか、はい、あと脱水とかいろんなその効果があると思うんですけど、抜きすぎたらパサパサになっちゃうんです。はい水分量、時間をかけてゆっくり抜くっていう感じです。ああなるほど、はい、潮の流れ強いんですよね、はい、花自体が。結構スポーツマンタイプだ。外海の紀伊水道の水と大阪湾の水、ここ塩水濃度も違うし海水温も違うんですよ。でそれに対応する体にもなってるんですよ。だから収縮できる。自分が住んでる生息地の感じにまたして死んではいるんだけど、また復活させるみたいな。そうです。まあ30分で。今日の30分でした。もうちょっとこれが白っぽい身になると時間短くします。だけで足りなければ塩少しつけて召し上がっていただければいいかと思います。坂出のタコは、物自体も大きいですし、でうちの炊き方には相性がいいかなっていうので使ってます。タコって食感大事じゃないですか、はい、でもその塩梅って店によって違うじゃないですか、はい、どういうニュアンスですか？この結構食感あるけど硬すぎないみたいなのがあるじゃないですか。歯がサクッと入ってる感じですよね。ぐにゅっとならないで、その方がタコの香りも出てきますし。北海道仙北市の牡蠣ですね。これ低温調理してますんで、生っぽく見えますけど、この酸味というかすだちをはい少し絞っております。気持ちいいですね。この牡蠣は爽やかですね。はい、電話でもやっぱりあん肝入ってる疲れるぐらいパンは多いですね。これもうわさびだけで召し上がってください。すごいスムーズですね。すごいシルキー。あん肝で大事なのってポイントとしてはどんなところですか？火入れする温度帯かなって僕は思ってますね。もちろん物も大事ですけど、っていうのとその前の血抜きじゃないですかやっぱり。血が残ると魚の臭みって基本的に血なんで、いかにそこを上手に抜いてあげれるか。1年熟成させてます。自家製のカラスミです。ちょびちょびかじる感じですか？ちょびちょび。いや本当これ遠目から見たら干し芋みたいな感じの変わった切り方されてるんですけど、はい、この意図はあるんですか？ポッキー的な感じで歯形残んないんですよね。いや思ったんですよ。カラスミポッキーだな。だから歯形ねついた状態で置いとくの嫌だなってなると慌てて食べちゃうから、これだったらゆっくり食べてもらえるかな。三重県の佐原ですね。今日で8日熟成させたものです。サワラに当たりネギって意外と珍しいかもしれないですね。箸の感じで熟成っていうのが分かる。でも全然コテコテしないですね。あっさりなんか香りも美味しい、やっぱ最後当たりネギが押し上げてくる感じっていうか。そうです。やっぱこれわさび醤油じゃちょっとダメなんです。やっぱこのパンチがうまくこうバランスを取ってくれる感じというか。1980年生まれ、今年46歳、関口福太郎です。料理はしたいけどどのジャンルがしたいっていうのはあんま決まってなかったんですけど、でその時に小野次郎さん、数寄屋橋次郎、次郎さんの本読んだんですよ。そしたら次郎さん25歳、あの人は働き始めたのは7歳とかなんですけど、25歳で、カウンターデビューされたっていうのが書いてあって、で当時僕24だった。1年あったらいけっしょぐらいのノリで寿司屋飛び込んだって感じですね。今考えたらもうめちゃくちゃ浅はかですけどね。じゃあご自身の中では
まあ、いろんな素敵な職人さん、素晴らしい職人さん全国いますけど、はい、二郎さんの存在っていうのはやっぱちょっと憧れというか。憧れですね。やっぱすごいなって思いますよね、一個一個がやっぱ深みがあるというか。千葉県の金目鯛、うまっ。肉ですねこれ。はい、本当お肉っぽくなるので麺うまいです。うまっ。切り付けもやっぱりちょっと肉厚に感じるように切ってるのがああ、そうですね。憎いっす。あ肉に別の意味の肉ですけど、はい、肉々しいって意味ですけど、はい、憎いっすね。めちゃくちゃ分厚いっすねこれ。うわーでもまだむっちりしてる。金目鯛とはい、マナガツオははい本当4番5番っていうか、そうですね。もうやっぱこう花あるとこかなと。サトテルからの大山でしたわ。ありがとうございます。またやっぱよりダンディーになるというか、ガリもすごい、ちょっとリンゴ感ありますね。はい、ちょっと甘めに作る。うん。どうしても釜底とか釜の周り自体がちょっと硬いんで、ここは全部削ぎます。 1.5 升もうめちゃくちゃいっぱい。お米はね、多く炊いた方が美味しいです。なんだお米ははい、何を使ってらっしゃいますか？山形県秋田小町を使ってます。そこにお酢が酢が横井の琥珀を使ってます。かかず1種類。一種類です。はい。でそこにお塩と砂糖ですか？砂糖は使わず塩だけで。キス昆布締め。キス昆布締めです。ちょっとプリモチ系の質感がある。まずやっぱシャリのインパクトが温度も含めてはいぶわってきたなっていうのと、キスはでも本当になんていうのかな、さりげない感じだけどやっぱこの昆布の旨味とか、はい、存在感もあります。存在感ありますね。最強 1,2 番です。さよりです。美しい。輝いてますね。いいですね、さより。流線形の美しいフォルム、キラキラと輝くさより、ずっと眺めていたい美しさ。さより中に何か忍ばせてます？それで間に大葉少しだけ入れてます。おしゃれー。さよりね、ちょっと癖のあるお魚なんで、それでちょっとアクセント。今のさよりは、はい、あれはもうさっきやってたやつ。あれも昨日はい、はい、さよりもだから塩して水分抜いて1日置いての方がやっぱ身がちょっとしっとりしてくれるんで、あーやっぱりイカリ系が強いんで、はい。あんまりイカリ系が強い食材とシャリを合わすっていうのが僕は好きじゃなくて、芸術的でなんかうっとりする 1,2 巻でした。ありがとうございます。はい。北新地選んだ理由っていうのは高級店も多いし美味しいお店もいっぱいあるんで、ここで名前を売りたいな。
フルネームのお店が結構増えてきてたタイミングだったんで、これだったら埋もれるなと。紡ぐって結構いいなと思って、いろんな意味が紡ぎっていうのがあるんですけど、まあ、人と人つないだり、日本の食文化であるこのお寿司っていうのをやっぱ後世につないでいきたいなと。うまっ。マッチョ系ですね。やっぱこの切り付けの分厚さも含めて、うまっ。イカの時の方がキスよりも遅いじゃないですか、1貫目と3貫目のに。今の方がやっぱ温度も含めてだと思うんですけど、締まりますね。シャリがやっぱ硬く感じる。キスの方が柔らかかった。特にイカと多分相性がめちゃくちゃいい。愛媛県八幡浜の島までです。これで1週間。シャリをまた温度グッと上げたんで、インパクトがやっぱ全然違いますね。またそうですね。いやこれ相当白甘鯛分厚く切り付けしてるんだけど、寝かせてるんで、それが食べ応えのあるしっとりに変わってるというか、切り付けとシャリの温度のがより食べ応えを増して、結構パワーヒッターな感じの白甘鯛だったというか。そうですね、やっぱそういう感じには仕上がるかなと。でちょっとだけこの大葉がまたバランスをとってるというか、いい仕事してくれるんですよ、大葉が。いやそれこそネタとシャリを紡いでくれてた感じがしますね。ありがとうございます。これは花壇の節目さですね。今井が美しいイケメンですね。これはこれももう脂乗ってますね。はい、美しい。なんでこんなしめ鯖美味しいんですか？サバが良かったですね。でもいわゆる仕立てがそんながっつり塩っていう感じでもないですよね。そうですね、そこまで入れずに、その分しめ鯖ってがっつりしちゃうと表面硬くなっちゃうじゃないですか。あんましたくなくて、で薄く切るのも断面が2枚になるんで、あえて2枚にした方が柔らかい、かつ周りの硬い部分が薄くてゴワゴワしないで、やっぱ油が出てくるっていうのもあるんで、あえてこう2枚か3枚その時の状態で。わあすごい香り。これ何の茶碗蒸し？これはハマグリのお出汁とカツオのお出汁で作った茶碗蒸しです。具材は入ってません。東西線北新地駅から徒歩3分ぐらいですかね。ニューセントラルビルの2階になります。営業時間は基本もう夜のみ。基本夜のみです。でも早めに言っていただいたらお昼も対応させていただこう。夜は6時から、9時半最終入店していただくっていう感じで、お昼は12時12時半ぐらいだったら対応できるかなっていう感じです。定休日はありますか？定休日水曜日。はい。定休日です。はい。お店の提供スタイルでいうと、はい、基本的にはもう今お任せ1本。お任せ1本ですね。はい、今だとお任せはおいくらでやってらっしゃるんですか？今31,900円税込みです。だいたいおつまみ握り、品数の割合でいうとどれぐらいですか？基本的につまみ7種、握り13貫を軸でやってますけど、まあちょっとつまみが1品だったらお寿司減ってみたいなにはなるんですけど、まあ一応軸はそこでやってます。じゃあトータル20品前後ぐらいで、はい、取る方法はどうやったら取れますか？電話、ホームページ、あとは公式 LINE と、インスタの DM からお願いします。塩？これ煮詰めじゃなくて塩でいく意図は何ですか？一番に加えてからハマグリのポテン
ちゃくちゃ高いんですよ。うわ、今日一かませるお寿司。結構食感しっかりめで、はい、今振り返るとハマグリの茶碗蒸しからのハマグリ握りっていうこのはい二段活用、2段数です。ハマグリのだし茶碗蒸しからのハマグリ握りっていうのはどういう連続性っていうイメージですか？ハマグリの茶碗蒸しはハマグリの旨味を足してるだけなんでハマグリではないんですよ。でもなんか美味しいなで、その後ハマグリ自体を食べていただくとガツンじゃないですか。ハマグリじゃないですか。さっきの箸休めが生きてくる。やっぱりだしもいいけどそれ本体はめちゃうまいよね、もっとうまいよねっていう、はい、確かに。シンクの輝き、やっぱこの赤黒い感じが好きなんですよね。赤身のいやでもそうですよね。色が濃い感じ、これもまたやっぱマグロに合わせてちょっとシャリの温度を上げてますね。なんか王道マグロと食べた時のシャリの感じ方がより今日一ふっくら感じますね。今日はその190キロ、96大きいっすね。大きいです。寿司は本当に温度でいかにも美味しくなるというか、温度もすごい大事っていうのがすごいわかる一貫。看板娘の小原です。一番好きなサイズかもしれないです。これ半身一貫ですよね。片身がいい感じです。小肌うまい。ありがとうございます。やっぱしめ鯖とちょっと系統は似てる。はい、口の溶け方と油の回り方が紬さんイズムっていうか。これは何日？これで4日。 4日。なんかしっかりめですね。はい、はい、うちのボイルエビしなるんです。これ普通だとしならないですか？しならないです。まず1個も圧倒的に甘い。甘さがすごい際立ちますね。酢飯と合わすと甘みが立つ。でやっぱこの繊維をちょっと叩いて柔らかくさせることによって、普通包丁入れなければ車エビってもっとブリブリこうもぐもぐする感じなんですけど、外側から見ると置かれた瞬間は車エビだ。内側の部分に要は見えない方にシャリ側にギミックを入れてるっていうのが紬さんのやっぱイズムですよね。いろいろ思いが詰まったお店だと思うんですけど、はい、寿司紬さんを漢字一文字で例えると何になりますか？僕福太郎って言うんですけど福かなっていう思ってます。幸福の福。はい。その心はまあ紬と辺に自由な由と方角の方と2つありますけど、まあ、あれはもう形のある紬っていう意味合いと、まあ、ここから先に未来へつないでいくっていう意味の紬っていう感じなんです。だからどっちも選べないしどうしようと思ったこれを繰り返していくと幸せしかないと、じゃあ服じゃねえかということで、なんかそこを追いかけてるんでやっぱ服かなって思います。しっかり粒が大きいです。温度下げると感覚でやっぱ塩味を結構感じる。塩味が表に出てくる。そうですよね。温度上げると旨味に変わるんで。うん。基本は馬糞がやっぱりメイン。もうちょっとしたら紫に変わるタイミングがある。モリモリっすね。モリモリです。相当濃厚ですね。濃厚です。重たすぎない濃厚ですね。はい。特にこの辺になるともうお腹も膨れてきてるんで、飲めるんで食べてくださいぐらいで。宮永です。ああ、も
ふわふわしてる、トロトロしてる。穴子の食感もすごい心地よいけど、煮詰めの味付けがすごい美味しい。かんぴょう巻きの方が大きいですね。でもちょっとこのエビの色が入ると可愛いですね。そうですね。はい、巻物うまっ。ほんのりのエビの尻尾の食感とエビの香りがかんぴょうに寄り添ってくる感じ。このシャリと海苔がかんぴょうに合うな。じゅわっとこうなんか甘い出汁がはい一気に弾ける感じ。砂糖入ってないのにちょっと甘さ、うまさをまとった甘さを感じるっていうのはすごいわかりますね。それがやっぱりその炊き加減とか、まあお湯というか水の温度だったりとかその辺だと思うんですけど。大将今日はありがとうございました。ありがとうございます。本当になんかちょうどいい満腹感で、はい。追加せずにはい物足りないなっていうこともないし、はいでも追加せずにこれぐらいがちょうどいいなっていう感じもありっていう、今すごい心地いい満腹感なんですけど、はい。ありがとうございます。印象に残ってるのはもうつまみでやっぱ僕はタイはい。ありがとうございます。のやっぱり寝かせたものとはい。当日、はい。まあ、当日のものはちょっとせっかくなんでっていうことで出していただきましたけど、タイの刺身を食べてほしいってはい。もうド直球のはい一品じゃないですか、はい。やっぱ最初のつかみですよね。はい。あとはもう握りはやっぱりでも王道の、はいおっしゃったもうキスはい。トップバッター、もう通年トップバッターっていう、武田しさもあるシャリとキスの昆布締めのちょっと締まった感じが一体化して握りで本番がより始まっていくっていう、はい、つむぎさんの一個のはい。最初にしてハイライトというか、はい。でそっからやっぱさよりが僕は今日はかなり印象に残りました。ちょっと小ぶりな感じで美しい曲線美とともにシャリとマッチした状態で出されて、それが口に入れた瞬間にそんなに口の中にいる時間が短いというか、はい。そうですね。その10秒数十秒の中で味が変わったり一体化して美味しくなったりっていう、ここの作品性がどれもやっぱ高かった。マグロとかウニとか分かりやすい美味しいものもありますけど、よりこう小魚サイドにいる子たちっていうのにどんどん特化していきたいなと思うし、やっぱりそこに合わせシャリだからこそちょうどいいって言っていただけるのじゃないかなっていうふうに僕は思ってるので、それでどうかなっていう、はい仕事したネタを食べてみたい、はい光り物が好き、美味しい白身が食べたい、はいでそこにちょっと大人の雰囲気で日本酒とかを合わせながら、はい仲いい方とか大切な人といい時間を過ごしたいっていう大人の方々がすごい多分マッチするありがとうございます。お寿司屋さんなのかなってやっぱ印象が、はい時代がやっぱ変わっていく中で、やっぱ新しいことを取り入れる柔らかい頭っていうのも持ちつつ、日本の食文化の代表である寿司っていうものが廃れないように後世につないでいけるように紡いでいけるようにですね、僕も微力食うながら頑張れたらいいなと思ってますんで。ネタとシャリが紡がれてました。ありがとうございますはい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。